そしてお二人を大切に慈しみ、惜しみない愛情を注いでこられたご両親、これより新婦彩香さん、今までのあふれる感謝の思いを込めてご両親へお手紙をお読みいただきます。それではお願いいたします。パパ、ママ、麻雀やろう。絶対勝つぞ。あ、こんにちは、僕ひろき、4歳の頃からね。パパとママに麻雀教えてもらって、スキー行った時はみんなでやるんだ。一番強いのはやっぱりパパで、運がいいのは後期。ママはね、負けたらもうやんないってどっか行っちゃうの。おじいちゃん、もうキュウリできたの？食べる。おじいちゃんの畑でできたキュウリ、味噌つけて食べるとうまいんだ。習字か。おばあちゃんが先生の習字教室、なかなか遊び行かせてもらえないから嫌なんだよな。ねえママ、またおばあちゃん10枚いいって言ったのに20枚書かせたんだよ。知ってる約束と違う。そう、僕ね、もっと小さい時は左目がほとんど見えなかったんだ。ママが病院とかいろいろ連れてってくれて、だんだん見え良くなっていったんだよね。ありがとうママ。パパがまたギター弾いてる。上手だな。パパのギターの音、安心するんだ。見て見て、このお洋服かわいいでしょ。ママが選んでくれたんだ。いつもリボンとかフリルとかがいっぱいついたかわいいお洋服、ママが選んでくれるんだよね。アンナちゃんとお揃いのワンピースもママが作ってくれるの。すごいでしょ。ママ、お花つまんで。へへママにね、お花だけはパパにいないようにってこうやってお花つままれて、お花高くなれって呪文かけられるの。豚花みたいにこうやって指であげるとダメでしょってまたつままれるんだ。ごめんねパパ、泣かないで。はい、これあげる。ダイヤモンドだよ。ありがとう。パパがね、海でダイヤモンド見つけてくれたの。あやちゃんが、これダイヤモンドって聞いたら、ダイヤモンドだよって教えてくれたの。大事にしてたけどパパにあげるね。また秋田のおばあちゃん家行くの？ともちゃんもひろちゃんもめぐみちゃんもかおりちゃんもいる？きりたんぽも食べれる？やった！またみんなで花火しよう。やっべえ、やっちまったな。いや、友達とさ、麻雀した時のスコア表、カバンから落としたのおかんに見つかっちゃってさ。おとんはね、怒んないのよ。俺がやりたいこと何でもやらせてくれんだけど、その分おかんからガーって怒られるからやばいって思ってたら、で、勝ったの？負けたのって。勝ったって言ったら、じゃあいいって言ってくれてさ、セーフだった焦ったなあ。おかん、お弁当ありがとね。おかんもずっと自分とおとんと俺たち兄弟分の弁当を作ってくれてて、5人分10年くらいになるのかな。甘い卵焼きがうまいんだ。そうだ、俺さ、おとんの部屋に置いてあった理系の本ずっと読んでたから、理系の大学志望してたんだけど、文系の大学に変えようと思ってんだ。もう高校3年の9月だけど、どうかなまあいいんじゃないのって、意外とあっさり。よし、ありがとう、頑張るよ。中学生の時にね、パパが仕事が忙しくて家族サービスができなくなると思うから、最初で最後って海外旅行、ラスベガスとロサンゼルス連れてってくれたの。初めての海外ですっごく楽しくて、グランドキャニオンすごかったな。ただね、もっとすごかったのはパパの英語ペラッペラなんだよアンナちゃんはショートカットだったから、セスナのパイロットにバイバイ坊やって言われて、坊やじゃないって怒ってたよね。一生忘れない思い出作ってくれてありがとうパパ、ママ。高校は急に進路変えてインテリア科のある学校行きたいって言い出した私のこと応援してくれて、後からママに、パパも昔本当は芸術系に進みたかったから好きなようにやらせたんだと思うよって聞いたの。
私頑張るね。あ、もうちょっとで家出なきゃ。ママ、お弁当はありがとう。ママの鶏肉に片栗粉まぶして焼いたやつ、すっごく美味しいんだ。入ってる？やった、行ってきます。相撲一発ああ、また麻雀。大学はもちろん社会人になっても大好きで、両親のおかげでトータルして負けてはないかな。それにいろんな人と仲良くなるきっかけになって、上司からも筋がいいって褒められたこともあるんだ。実家帰るとさ、今でももちろんみんなでやるんだよね。勇気はあまり参加しなくなって後期が一番強くなったけどね。麻雀してカラオケしてお肉食べてもう一回麻雀ってのがお決まりのパターンでさ、実家帰るのが毎回楽しみだよ。働き出して2年目の時さ、一番業務が忙しい時にじいちゃんが危ないって電話があって、どうしようって思ってたら、会社の人がみんな早く帰りなって言ってくれて、じいちゃんの最後に間に合った。母さんに感謝しなさいって言われました。ありがとうございます。感謝か。やっぱりしてもしきれないのは父さんと母さんだな。働き出して改めて父さんの偉大さと母さんのありがたさを感じるよ。いつ山梨帰っても安心できる2人でいてくれてありがとう。高校卒業頃から肩こりがすごいなとは思ってたんだ。大学入学して友達もできて楽しい学校生活始まって1ヶ月くらいかな。ペットボトルの蓋が開けられなくなった。力がうまく入らなくて、バスから降りると立てなくて転んじゃって、ママから絶対おかしいから病院行ってきなって言われて、近くの整形外科行ったら大学病院に紹介されて緊急入院。最悪の結果が頭をよぎった。幸いって言っていいのかな。難病ではあったけど投薬で治る病気で、それでも少し経ってから自力で起き上がれなくなっちゃった時をパパにもママにもすっごく心配かけたよね。入院中、ママは面会時間の始めから終わりまで毎日ずっと一緒にいてくれて、早く家に帰りたいって泣く私のこと慰めてくれた。納豆のタレ開けられなくなった時はショックだったよ。それでも少しずつ薬が効いてきて、今度はリハビリ地獄。でもね、外出許可が出てパパに連れてってもらったドライブ楽しかったな。3ヶ月後に退院することができて、今まで自分が当たり前にできてたこと、健康なこと、パパとママ、アンナちゃんがいることがどれだけ幸せなことなのか身に染みて分かった。パパ、ママ、今日はまだまだ2人に伝えたいことがあって手紙を書いてきた。聞いてくれる？はい、あやか、ありがとう。はい、あやか、ありがとう。はい、あやか。皆様、本日はお忙しい中、私たちの結婚式へご列席いただきましたことを心より感謝申し上げます。そして、この場をお借りして、私を育ててくれた両親への手紙を読ませていただくことをお許しください。お父さん、お母さん、いつも子供のことを第一に考え、今日まで温かく育ててくれて、本当にありがとうございました。私が生まれた時に、二人が思い描いたような娘に、今私は慣れているでしょうか。でも
自信はないですが、私は2人に娘に生まれて、とても幸せでした。小さい頃、私はお父さんとお母さんが喧嘩しているところを見たことがありませんでした。大きくなったら、2人のような結婚をしたいと子供心に夢を抱いていたものです。自分の人生を振り返ったとき、悲観的に思っていた自分の病気も、これがきっかけで、今ここにいる大好きな友人たちと出会うことができ、そしてひろきさんと出会えたんだと思うと、素敵なきっかけだったと今では思うことができます。今、私はひろきさんという最高のパートナーと出会い、とても幸せです。お父さんとお母さんのようないつも仲良しで愛情に満ちた家庭を築いていきます。ご列席の皆様、ひろきさんのお父様、お母様、そして今まで私を支えてくれたお父さん、お母さん、どうかこれからも私たちを末永くよろしくお願いいたします。あやか。お二人の幼い